日本での生活、もっと楽しくしたいですよね。日本人と仲良くなるためのヒントをお届けします。皆さんこんにちは。Enjoy Japan Life へようこそ。日本での生活にはもう慣れましたか？日本語の勉強は順調に進んでいますか？日本に来て、日本人ともっと仲良くなりたいな。友達を作りたいけど、どうしたらいいかわからない、と感じている方も多いのではないでしょうか。実は、私も日本に来たばかりの頃は同じ気持ちでした。簡単な日本語は話せても、そこから会話を広げたり、親しい関係を築いたりするのは、本当に難しいと感じていたんです。でも、安心してくださいね。日本人と仲良くなるための秘訣は、いくつかポイントを押さえれば、きっと皆さんも実践できますよ。今回は、私が実際に経験して学んだことや、日本語学習者の皆さんが、日本人と仲良くなるために役立つ実践的な方法を、具体的にご紹介していきます。このガイドを読んで、皆さんの日本での生活が、もっともっと楽しく、豊かなものになることを願っています。このチャンネルでは、外国人の皆さんが日本での生活に早く慣れて、もっと楽しく過ごせるような情報をお届けしています。今回は、日本で新しい友達を作るための、とても大切な第一歩、挨拶についてお話ししますね。毎日の挨拶が友達作りの第一歩。笑顔を忘れずに。皆さん、日本で生活していると、挨拶ってすごく大事だなって感じませんか？そうなんです。日本では、挨拶はコミュニケーションの始まりにとって、本当に大切なものなんです。良い第一印象を与えることで、その後の人間関係もスムーズに進みやすくなりますよ。でも、どんな挨拶があるのって思いますよね。まずは、基本的な挨拶から見ていきましょう。基本の挨拶をマスターしよう。おはようございます。これは朝、誰かと会った時に使う基本的な挨拶です。職場や学校、近所の人にも使えますね。ちょっと丁寧な言い方ですが、目上の人だけでなく、いろいろな場面で使えます。朝の始まりに気持ちの良い挨拶ができると、その日一日が気分よくスタートできますよ。こんにちは、昼間に使う挨拶です。これは一番よく使う挨拶かもしれませんね。お店の人や街で偶然会った人、友達など、本当にいろいろな場面で、こんにちはって使えます。迷ったら、こんにちはを使えば大丈夫というくらい汎用性が高いですよ。こんばんは夜に誰かと会った時に使います。夕方から夜にかけて暗くなってから使う挨拶ですね。例えば飲み会で友達と会う時や夜道を歩いている時に近所の人とすれ違う時などにも使えます。これらの基本的な挨拶は、日本語学習の最初に習うものなので、知っている方も多いかもしれませんね。でも、知っているだけでなく、実際に毎日使ってみることが大切ですよ。日本ならではの挨拶、お疲れ様です、を使いこなそう。そして、これだけではありません。日本ならではの挨拶も覚えておくと、さらに日本での生活が豊かになりますよ。その代表的なものが、お疲れ様ですです。このお疲れ様ですは、職場や学校、あるいは趣味の集まりなどで、本当によく使われる言葉です。仕事や勉強を頑張っている人へのねぎらいの気持ちを表します。例えば、今日も一日お疲れ様でした。山田さん、お疲れ様です。のように使うと、
相手との一体感が生まれて、ぐっと距離が縮まります。お疲れ様ですは、ただ、お疲れというだけでなく、相手への気遣いや感謝の気持ちが含まれています。例えば、同僚が手伝ってくれた時にお疲れ様ですと声をかけたり、会議が終わった後に参加者全員にお疲れ様でしたと言ったりします。最初は少し難しいと感じるかもしれませんが、この言葉を自然に使えるようになると、あなたはもう立派な日本通ですよ。挨拶の時に笑顔を忘れずに。挨拶をする時にぜひ意識してほしいことがあります。それは笑顔です。日本人は言葉だけでなく、相手の表情や態度からも気持ちを読み取ることが多いんです。笑顔で挨拶すると、相手は親しみやすい人だな、話しかけやすい人だな、と感じてくれますよ。最初は少し緊張するかもしれませんが、笑顔一つで相手との距離がぐっと縮まることがありますから、ぜひ試してみてくださいね。例えば、朝、マンションのロビーで管理人さんに会ったとき、ニコッと笑顔で、おはようございます、と言ってみましょう。きっと、相手も笑顔で返してくれて、気持ちの良い一日がスタートできますよ。私も日本に来たばかりの頃は、日本語があまり話せなくて、挨拶の仕方もわからなくて、ちょっとぎこちなかったんです。でも、少しずつ笑顔で挨拶するように意識するようになりました。そうしたら、周りの人たちが話しかけてくれるようになって、自然と日本人の友達が増えていきました。会話ももっと楽しくなりましたよ。笑顔って本当に魔法みたいですね。アイコンタクトも大切。それから、アイコンタクトも大切です。相手の目を見て話すことで、自分の気持ちが相手に伝わりやすくなると言われています。日本人は、あまりじっと目を見つめ続けることはしませんが、挨拶をするときや、話の途中で相手の目を見ることで、あなたの話を聞いていますよ。あなたに話しかけていますよ、という気持ちが伝わります。特に、新しい人に会ったときや、何かをお願いするときなどは、相手の目を見て話すように心がけると、より誠実な印象を与えることができますよ。挨拶は気持ちを伝える大切なツール。挨拶はとてもシンプルですが、日本での生活を豊かにするための第一歩です。ただ言葉を言うだけでなく、そこに気持ちを込めることが大切なんです。例えば、朝、近所の人に会ったら、今日も良い一日になりますように、という気持ちを込めて、おはようございます。会社で同僚が忙しそうにしていたら、大変だけど頑張ってね、という気持ちを込めて、お疲れ様です。このように、挨拶の言葉に自分の気持ちを乗せることで、相手との心の距離がぐっと縮まります。シーン別の挨拶を使いこなして、もっと日本に馴染もう。ここまで基本的な挨拶と、日本ならではのお疲れ様です。そして笑顔とアイコンタクトの大切さをお話ししてきました。ここからは、さらに具体的に、いろいろなシーンで使える挨拶や、ちょっとした豆知識をご紹介しますね。1、初対面の人との挨拶。日本で新しい友達を作るとき、まず最初にするのが、はじめましてですね。はじめまして。山本です。よろしくお願いします。これは、自分の名前を名乗って、これから良い関係を築きたいという気持ちを伝える、とても丁寧な挨拶です。名刺交換の時や、趣味のサークルで初めて会う人など、いろいろな場面で使えます。よろしくお願いしますは、本当に便利な言葉で直訳するのは難しいのですが、
これからもどうぞ仲良くしてくださいねとか、これからお世話になります、といった意味合いが含まれています。これを笑顔で言うと、相手も安心してくれますよ。2、食事の時の挨拶。食事の時にも、日本ならではの挨拶がありますね。いただきます。食事を始める前に言う挨拶です。命をいただくことへの感謝。や、作ってくれた人への感謝の気持ちが込められています。ごちそうさまでした。食事が終わった後に言う挨拶です。これも、食事への感謝や、作ってくれた人、準備してくれた人への感謝の気持ちを表します。友達の家でご飯をご馳走になった時や、レストランで食事をした後など、これらの挨拶を言うことで、周りの日本人との距離が縮まりますよ。特に、誰かに手料理をご馳走になった時は、心を込めて、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。と言ってみましょう。きっと喜んでくれます。3、家を出るとき、帰るときの挨拶。日本のアニメやドラマでもよく聞くかもしれませんが、家での挨拶も大切です。家を出るとき、行ってきます。家から見送る人、行ってらっしゃい。家に帰ってきたとき、ただいま。家にいる人、お帰りなさい。これは家族との間で交わされる挨拶ですが、シェアハウスに住んでいる方や、ホームステイをしている方にとっては、日々のコミュニケーションの基本になります。これらの挨拶をすることで、家族や同居人との絆が深まります。4、別れる時の挨拶。会った時だけでなく、別れる時の挨拶も大切ですね。さようなら、一般的に使われる別れの挨拶ですが、少しフォーマルな響きがあります。学校の先生と生徒の間でよく使われますね。またねじゃあね、友達同士でカジュアルに使う別れの挨拶です。お先に失礼します。会社で、自分より目上の人やまだ仕事をしている人がいるときに、先に帰るときに使う挨拶です。私の方が先に帰りますが、どうぞお先に失礼します、という謙虚な気持ちが込められています。失礼します。会社や学校で部屋を出るとき、人の前を通るときなど、様々な場面で使われます。挨拶で広がる人間関係。毎日の挨拶を心がけるだけで、日本での生活はもっと豊かになります。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、挨拶をすることで、新しい出会いが生まれたり、既存の関係が深まったりと良いことばかりです。例えば、マンションのエレベーターで会う人に毎日、おはようございます。と挨拶していたら、ある日、いつも元気ですね、と声をかけられ、そこから会話が始まった。職場で積極的に、お疲れ様です、と声をかけていたら、同僚が困っている時に助けてくれるようになった。近所のスーパーのレジで、ありがとうございます、と笑顔で言ったら、店員さんが覚えてくれて、世間話をするようになった。こんな風に、挨拶は、人と人とのつながりを強くする魔法の言葉なんです。挨拶を楽しむコツ。毎日同じ挨拶ばかりで飽きちゃうかも、なんて思った人もいるかもしれませんね。でも、挨拶にはちょっとした工夫で、もっと楽しく、もっと効果的にする方法があります。声のトーンを意識する、元気よく挨拶したいときは、少し高めの声で、はっきりと発音してみましょう。落ち着いた印象を与えたいときは、少し低めの声で、ゆっくりと話してみましょう。ジェスチャーを添える、会釈、軽くお辞儀をすることをしながら挨拶したり、手を振ったりするのも良いですね。ただし、相手や状況に合わせて使い分けましょう。
相手の名前を呼ぶ。もし相手の名前を知っていたら、本田さん、おはようございますのように名前を添えると、より親近感が湧きます。相手の状況を気遣う一言を添える。例えば、雨の日なら、雨の中、お疲れ様です。暑い日なら、今日も暑いですね。お疲れ様ですなど、季節や状況に合わせた一言を添えることで、より気持ちが伝わります。これらの小さな工夫が、あなたの挨拶をより魅力的にし、相手に良い印象を与えることにつながります。失敗しても大丈夫。もし、挨拶の仕方を間違えてしまったり、うまく言えなかったりしても、心配する必要はありません。日本人は、外国の方が一生懸命日本語を話そうとしている姿を見ると、応援したくなりますし、温かく見守ってくれる人がほとんどです。大切なのは、挨拶をしようという気持ちと、実際に挨拶をするという行動です。たくさん失敗して、たくさん練習して、少しずつ慣れていけば大丈夫ですよ。毎日の挨拶を心がけてみてくださいね。挨拶は日本での生活をより豊かにし、新しい人間関係を築くための強力なツールです。毎日の挨拶を心がけて、積極的に周りの人とコミュニケーションをとってみましょう。きっと、あなたの日本での生活がもっと楽しく、もっと充実したものになりますよ。日本でより良い人間関係を築くために欠かせない礼儀とマナーについてお話ししますね。日本の文化では、この礼儀やマナーがとっても大切にされるんです。特に言葉遣いや行動で相手を尊重することが重視されます。礼儀とマナーで信頼関係を築く。日本で生活していると、礼儀正しいなとか、マナーが良いなと思われることが、人との信頼関係を築く上でとても大切になってきます。よく耳にする大切な言葉たち。日本で生活していると、特に頻繁に耳にする言葉があります。それは、ありがとうとすみませんです。これらの言葉は、ただ感謝や謝罪の気持ちを表すだけでなく、相手に良い印象を与え、円滑なコミュニケーションを築くためにも使われるんですよ。ありがとう、これは皆さんもよくご存知の言葉ですよね。小さなことでも感謝の気持ちを伝えるときに使います。例えば、友達がちょっとした手助けをしてくれたり、お店の人がドアを開けてくれたりしたときにありがとうと伝えると、お互いに気持ちよく過ごせますよね。日本人は相手が自分にしてくれた小さな親切にもありがとうと伝えることを大切にします。例えば、エレベーターのドアを開けてくれたとき、落とし物を拾ってくれたとき、あるいはただ道を譲ってくれたときなど、日常のあらゆる場面でありがとうを言う機会があります。ありがとうを伝えることで、相手は自分の行動が役に立ったんだな。感謝されているんだな、と感じて、あなたに対して良い印象を持ってくれます。これが信頼関係を築く第一歩になるんです。さらに、ありがとうございますと、ありがとうございましたも覚えておくと便利ですよ。ありがとうございますは、今起こっていることや、これからのことに対して、使う丁寧なありがとうです。例えば、お店で何かを買うときや、何かを受け取るときに使います。ありがとうございましたは、過去のことに対して使う丁寧なありがとうです。例えば、お店を出るときや、サービスが終わったときに使います。たった一言ですが、感謝の気持ちを伝えることで、あなたの周りの雰囲気はぐっと良くなりますよ。すみません、これは日本語学習者にとって少し難しいと感じるかもしれませんが、
本当にいろいろな場面で使われる便利な言葉なんです。単なる謝罪だけでなく、様々なニュアンスを持っています。謝罪、もちろん、何か悪いことをしてしまった時や、相手に迷惑をかけてしまった時に使えます。ごめんなさいよりも少し丁寧な響きがあります。例、遅れてすみません。ご迷惑をおかけしてすみません。感謝、意外かもしれませんが、感謝の気持ちを表すときにも使われます。特に、相手が自分のために何かしてくれたことに対して、少し申し訳ない気持ちも含まれる場合が多いです。例、重い荷物を持ってもらってすみません。助かります。呼びかけ依頼、お店で店員さんを呼ぶときや、道を尋ねるとき、ちょっと人の前を通るときなどにも使います。ちょっと失礼します、というニュアンスに近いです。例、すみません。お会計お願いします。すみません。この道で合っていますか？軽い衝突、人混みで軽く人にぶつかってしまった時など、すぐにすみませんということで、相手に敬意を持っていることを示すことができます。このように、すみませんは、相手に敬意や配慮を持っていることを示す言葉なんです。最初は使い分けが難しいかもしれませんが、日本人がどのように使っているかを観察してみると、だんだんわかってくると思いますよ。公共の場でのマナーも大切に。日本で生活する上で、公共の場でのマナーも非常に大切です。これらは、周りの人たちと気持ちよく過ごすための基本的なルールです。例えば、電車の中で大声で話さない、特に電話での会話は控えめにし、イヤホンからの音漏れにも気をつけましょう。列に並ぶときは順番を守る、お店のレジや電車のホームなど、日本では列に並んで順番を待つのが当たり前です。割り込みは、周りの人に不快な思いをさせてしまいます。歩きスマホはしない、周りの人や物にぶつかってしまう危険があるだけでなく、周りへの配慮が足りないと思われてしまいます。ゴミはきちんとゴミ箱に捨てる。または持ち帰る、街をきれいに保つことは、みんなの責任です。くしゃみや咳をするときは口を押さえる、エチケットとして、ハンカチやティッシュ、服の袖などで口や鼻を覆いましょう。こういった基本的なマナーを守ることで、周りの人たちと気持ちよく過ごすことができます。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、日本での生活に慣れるにつれて自然と身についてきますよ。私も日本に来たばかりの頃は、電車の静かさに驚いたり、みんながきちんと列に並んでいるのを見て、すごいなと感じたことを覚えています。最初は少し窮屈に感じるかもしれませんが、これらのマナーは、みんなが快適に過ごすための知恵なんです。敬語は少しずつ慣れていこう。そして、日本語学習者にとって一番難しいと感じるかもしれないのが敬語ですね。敬語は、相手への敬意を示す特別な言葉遣いです。年上の人や目上の人、仕事関係の人に対して使います。敬語には、大きく分けて、尊敬語、謙譲語、丁寧語の3種類があります。尊敬語、相手の行動や状態を高めて表現することで、相手への敬意を示します。例、来る、いらっしゃる、言う、おっしゃる。謙譲語、自分の行動や状態をへりくだって表現することで、相手への敬意を示します。例、行く、参る、言う、申す。丁寧語、語尾にですますをつけることで、丁寧に話す言葉です。これが一番身近な敬語かもしれませんね。敬語は複雑で、完璧に使いこなすのは時間がかかります。でも、大丈夫です。最初は完璧に使う必要はありません。
例えば、ありがとうを、ありがとうございますに変えるだけでも、より丁寧な印象を与えることができますよ。食べるを召し上がりますや、いただきますに変えたり、行くを参りますと伝えたりするだけでも、十分に気持ちが伝わります。私も日本に来てから、礼儀やマナー、敬語で失敗したことが何度もあります。例えば、目上の人にタメ口で話してしまったり、敬語を使うべき場面で使えなかったり。でも、日本人の友達や会社の同僚が優しく教えてくれたり、自分で本を読んだり、ドラマを見て勉強したりするうちに少しずつ理解できるようになりました。大切なのは、間違えてもいいから、敬意を伝えようとする気持ちです。その気持ちがあれば、周りの日本人もきっと理解してくれます。完璧を目指すよりも、まずはできることから少しずつ取り入れていきましょう。礼儀を意識して生活することは、日本人とより良い関係を築く上でとても大切です。礼儀やマナーは、日本での生活をスムーズにし、周りの日本人と良い関係を築くためのパスポートのようなものです。これらを意識して生活することで、あなたは日本の文化を理解しようとしている人だなと思われ、より親近感を持ってもらえるでしょう。例えば、お世話になった人に、きちんと、ありがとうございました、とお礼を伝える。何かを頼むときに、すみません、お願いできますか、と丁寧に尋ねる。電車の中で静かに過ごす。お店で列に並ぶ。これらは、どれも小さなことかもしれませんが、積み重ねることで、あなたの印象は大きく変わります。私も、これらの礼儀やマナーを意識するようになってから、日本人とのコミュニケーションが格段にスムーズになり、信頼関係が深まったと感じています。最初は少し堅苦しいと感じるかもしれませんが、慣れてしまえば自然とできるようになりますよ。日本人と仲良くなるためのとっておきの秘訣をお話ししますね。それはズバリ、共通の趣味を見つけることです。共通の話題があると、自然と会話が盛り上がって、相手との距離がぐっと縮まりますよ。まるで魔法みたいに会話が弾むんです。共通の趣味を見つけよう。会話が弾む魔法の話題。日本人と友達になりたいけど、何を話したらいいかわからない。そんな風に悩んでいませんか？そんな時こそ、共通の趣味が役立ちます。趣味の話なら、お互い興味があることなので、きっと楽しく会話ができますよ。日本で人気の趣味は？具体的にどんな趣味が人気なのか、いくつか例を挙げてみましょう。1、アニメや漫画。アニメや漫画は、今や世界中で大人気の日本のコンテンツですよね。実は、日本でもアニメや漫画が好きな人は本当に多いんです。老若男女問わず、アニメや漫画の話で盛り上がれる人がたくさんいます。私も初めて日本に来た時、アニメの話をきっかけに日本人の友達ができました。最初は少し緊張しましたが、好きなキャラクターは誰ですか？とか、おすすめのアニメを教えてください。なんて話を振ってみると、相手も目をキラキラさせて喜んで話してくれました。もし同じアニメが好きだったら、そこから一気に仲良くなれるかもしれませんね。アニメや漫画は、ただ見るだけでなく、登場人物のセリフを真似したり、物語の背景について調べたりすることで、日本語の勉強にもなりますよ。好きなアニメや漫画をきっかけに、ぜひ日本の友達を見つけてみてください。2、スポーツ。スポーツも日本で非常に人気のある趣味の一つです。特に野球やサッカーはテレビ中継があったり、
プロリーグがあったりして、多くの人が関心を持っています。スポーツの話題は、老若男女問わず盛り上がりやすいのが特徴です。例えば、どのチームを応援していますか？とか、最近、何かスポーツを始めましたか？といった質問から会話を始めてみましょう。もし相手も同じスポーツが好きだったら、試合の話で盛り上がったり、一緒に観戦に行ったりするチャンスも生まれるかもしれません。日本には、会社の同僚や地域の仲間で集まって活動する草野球やサッカー、フットサルなどのアマチュアスポーツチームやクラブがたくさんあります。SNS や地域の情報サイトなどで探せば、気軽に参加できる機会も多いので、もしあなたが興味を持っているスポーツがあれば、ぜひ参加してみてください。体を動かしながらだと、言葉の壁もあまり気にならずに自然と仲良くなれますよ。3. 音楽や映画。日本の音楽、J-POP、J-ROCK などや映画も世界中で知られていますよね。最近では K-POP など海外の音楽も人気ですが、日本のアーティストのファンもたくさんいます。最近、どんな音楽を聴いていますか？とか、好きな日本の映画はありますか？と聞いてみるのも良いでしょう。音楽の好みや感動した映画の話で盛り上がることはよくあります。もしあなたが好きな日本のアーティストがいれば、その話をしてみるのもいいですね。ライブや映画のイベントに一緒に行く約束ができるかもしれません。4. ゲーム。日本は世界でも有数のゲーム大国でもあります。任天堂スイッチやプレイステーション、スマートフォンゲームなど、世界的に人気のゲームがたくさんありますよね。もしあなたがゲーム好きなら、どんなゲームをしますか？と聞いてみたり、一緒にゲームをしませんか？と誘ってみるのも良いかもしれません。最近では、オンラインゲームを通じて友達になる人も増えています。共通のゲームで協力したり、対戦したりする中で、自然と会話が生まれて、仲良くなれることが多いですよ。5. 日本の伝統文化。茶道、華道、武道、柔道、剣道など着物、祭りなど、日本の伝統文化に興味がある人も多いですよね。もしあなたがこれらの文化に興味を示せば、日本人は喜んでそのことについて教えてくれるはずです。例えば、この前、お茶会に行ったのですが、とても面白かったですのように自分の経験を話すのも良いきっかけになります。もし伝統文化の体験イベントなどがあれば、積極的に参加してみるのもいいでしょう。同じ興味を持つ人たちとの出会いが、きっと新しい友達の輪を広げてくれますよ。趣味が違っても大丈夫。大切なのは、興味を持つこと。もちろん、趣味が必ずしも同じでなくても大丈夫です。大切なのは、相手の趣味に興味を持つこと。相手が話していることに耳を傾け、質問をしてみましょう。人は自分の好きなことについて話すのが大好きですから、あなたが興味を持って質問するだけで、会話がぐんと盛り上がることがよくありますよ。例えば、相手があなたの知らないスポーツの話を始めたら、そのスポーツのルールはどんな感じですか？とか、どこで試合を見ることができますか？など、具体的に質問してみると良いでしょう。趣味を見つけるためのヒント。もし、自分には特に日本の趣味がないな、と思う人がいたら、こんな方法で新しい趣味を見つけてみるのはどうでしょうか。SNS や地域の情報サイトをチェック、地域のコミュニティ活動や趣味のサークルなどが紹介されていることがあります。イベントに参加してみる、地域の祭りやアニメ漫画のイベント、スポーツ観戦など、
いろいろなイベントに参加してみると、同じ興味を持つ人に出会えるかもしれません。日本語学校のイベントに参加する日本語学校によっては、文化体験イベントや交流会などを開催しているところもあります。友達に聞いてみる。すでに日本人の友達がいるなら、何か面白い趣味ある？と聞いてみるのも良いですね。共通の趣味は、言葉の壁を乗り越えて、心をつなぐ架け橋になります。ぜひ、あなたらしい方法で、日本の新しい友達を見つけて、楽しい日本生活を送ってくださいね。日本で地元の友達を作るための、とっても素敵な方法をご紹介しますね。それは、ズバリ、地域のイベントに参加することです。思っているよりも、気軽に楽しめるイベントがたくさんあるんですよ。地域イベントに参加して、地元の友達を作ろう。地域のイベントに参加することは、日本人と仲良くなるための最高の機会です。普段の生活ではなかなか話すきっかけがない地元の人たちとも、イベントという非日常の空間では、自然と会話が生まれることが多いんです。例えば、こんなイベントがあります。1、夏祭りや花火大会。日本の夏といえば、やっぱりお祭りや花火大会ですよね。色とりどりの浴衣を着た人たちで賑わい、屋台からは美味しそうな匂いが漂ってきます。とてもリラックスした雰囲気の中で、日本人と自然に交流できる最高のチャンスです。屋台で美味しいものを食べたり、射的や金魚すくいなどのゲームを楽しんだりする中で、隣にいる人と、このたこ焼き、美味しいですね、とか、花火、すごく綺麗ですね、といった。会話が始まることがよくあります。私も初めて日本のお祭りに行った時、たまたま近くにいた人と一緒にゲームを楽しんだら、それがきっかけで友達になりましたよ。お祭りや花火大会は、日本の文化を体験できるだけでなく、新しい出会いの場としても本当に素晴らしいんです。2、地域の清掃活動やボランティア。日本では、地域の人たちが協力して、街をきれいにしたり、何か活動をしたりすることがよくあります。例えば、公園の清掃活動や、地域の夏祭りの準備を手伝うボランティアなどですね。こういった活動に少しでも顔を出してみると、気軽に日本人と交流でき、地元の人たちとのつながりができやすくなります。共通の目的があるから、会話も自然と生まれますし、一緒に何かを達成する喜びも共有できますよね。汗を流しながら一緒に作業することで、言葉の壁を越えて、心と心が通じ合うことも多いんです。地域によっては、NPO 法人やボランティア団体が外国人の参加を歓迎しているところもあります。インターネットで、あなたの住んでいる地域名、ボランティア外国人などと検索してみると、意外とたくさんの情報が見つかるかもしれませんよ。3、季節ごとのイベント。日本には四季折々の美しい景色があり、それに合わせた様々なイベントが開催されます。春には桜が満開になる時期のお花見。公園でお弁当を食べたり、お酒を飲んだりしながら、桜の美しさを分かち合います。秋には山々が色鮮やかに染まる紅葉祭り。地域によっては、ライトアップされた紅葉を楽しめるイベントもあります。冬には、街中がキラキラ輝くイルミネーションイベントや、雪祭りなどが開催されます。そうした季節ごとのイベントに参加して、その場の感動を近くにいる人と共有することで、会話が生まれやすくなりますよ。例えば、この桜、本当に見事ですね。イルミネーション、
すごくロマンチックですね、といった一言から、会話がスタートすることがよくあります。4. その他にも、地域によっては、フリーマーケット、いらないものを売ったり、掘り出し物を見つけたりする場所。会話のきっかけがたくさんあります。地域のスポーツ大会、区民運動会や市民マラソンなど、参加型で楽しめるイベントもあります。文化教室やワークショップ、書道、着付け、料理教室など、学びながら交流できる場もあります。初めての参加はちょっと勇気がいるな、という方へ。初めての参加はちょっと勇気がいるな、と思うかもしれませんね。知らない場所に行って、知らない人たちの中に飛び込むのは、誰でも少し緊張するものです。でも、思い切って参加してみると、きっと楽しい経験が待っています。イベントを通じて日本人との距離がぐっと縮まって、自然と友達ができることも多いんですよ。周りの日本人参加者も、きっとあなたに興味を持って話しかけてくれるはずです。もし話しかけられたら、笑顔で答えてみましょう。もし自分から話しかけるのが苦手なら、まずはイベントの雰囲気を楽しんで、周りの会話に耳を傾けるだけでも OK です。そして、何か困っている人がいたら、助けを申し出たり、逆に何かわからないことがあったら、周りの人に尋ねてみたりするのも良いきっかけになります。日本での生活を楽しむために、地域イベントは、日本の文化や習慣を肌で感じられるだけでなく、地元のリアルな生活を知る良い機会にもなります。そして何よりも、新しい友達と出会い、絆を深めることができる場所です。ぜひ、日本での生活を楽しむためにも、住んでいる地域のイベント情報にアンテナを張って、積極的に足を運んでみてください。きっと素敵な思い出がたくさんできて、あなたの日本での生活が、より一層充実したものになるはずです。日本で新しい友達を作る上で、もしかしたら少し戸惑うかもしれないポイントについて、お話ししますね。それは最初の距離感についてです。最初の距離感は普通のこと。焦らずゆっくりと関係を深めよう。日本人と初めて会ったとき、あれ？なんだか少し距離を感じるな。と思うことがあるかもしれませんね。話はするけれど、なんだか壁があるように感じたり、なかなか個人的な話にならないな、と感じたりするかもしれません。でも、安心してください。それは決して悪いことではありません。日本人にとっては、ごく普通のことなんです。日本人は、初めて会った人とすぐに親しい関係になるよりも、時間をかけてお互いを知り、少しずつ信頼関係を築いていく傾向があります。私も日本に来たばかりの頃は、最初に会った日本の方はとても優しかったのに、どこか距離を感じて、もしかして冷たい人なのかなとか、私に興味がないのかなと心配になったことがありました。例えば、職場や学校では親切にしてくれて、仕事や勉強のことについてはいろいろと教えてくれるけれど、プライベートな時間を一緒に過ごすことはあまりないな、と感じたこともあります。友達になりたいのに、どうしたらいいんだろう、って、ちょっと不安になりますよね。焦りは禁物。ゆっくりと関係を築くこと。でも、心配する必要はありません。何度か話をして、時間をかけて一緒に過ごすうちに、少しずつ関係は深まっていきます。日本人は、まず相手をじっくり観察して、この人はどんな人かな？信頼できる人かな？と時間をかけて判断することが多いんです。それは、
決してあなたを疑っているわけではなく、相手との関係を大切にしたいからこそ、慎重になっていると考えられます。だから、すぐに親友にならなきゃとか、もっと仲良くならなきゃと焦る必要は全くありません。相手のペースに合わせて、ゆっくりと関係を築いていくことが大切ですよ。例えば、最初は挨拶から始めて、少しずつ世間話をする。共通の話題が見つかったら、そのことについてもう少し深く話してみる。何か困っていることがあれば、助けを求めてみる、あるいは、助けを申し出てみる。軽いランチやカフェに誘ってみる。こんな風に、少しずつステップを踏んでいくイメージです。一度に距離を縮めようとすると、かえって相手を戸惑わせてしまう可能性もあります。時間をかけて築く関係の価値。もし、最初に距離を感じたとしても、それは決してあなたに興味がないわけではありませんし、あなたが嫌われているわけでもありません。日本では、時間をかけて築いた関係がとても大切にされます。ゆっくりと時間をかけて信頼関係を築いたからこそ、その関係は長く続き、より深いものになることが多いんです。だから、時間が経つにつれて、相手もあなたに心を開いてくれるはずです。焦らず、少しずつ前に進むことが、日本人との良い関係を築くための秘訣なんです。私も最初は不安でしたが、今ではそのゆっくりとしたペースが、とても大切だと実感しています。最初は距離があった人とも、今では何でも話せる親友になっています。それは、お互いのことを時間をかけて理解し合ったからこそだと感じています。相手に合わせてゆっくりと信頼を積み重ねていきましょう。そうすれば、きっと素敵な友達が増えていきますよ。日本人ともっと深い会話を楽しむためのコミュニケーションのコツについてお話ししますね。言葉を学ぶことも大切ですが、それだけじゃない。日本人ならではのコミュニケーションの秘訣があるんです。コミュニケーションのコツをつかんで、もっと深い会話を。日本人との会話をスムーズに進めるためには、言葉だけじゃなく、相手の表情や声のトーン、そして体の動きに注意を払うことが大切です。日本では、会話の中で相手の気持ちや反応を読み取ることがよく行われていて、言葉にはしない空気を感じ取ることが大切だと言われています。これは日本人同士のコミュニケーションでは当たり前のように行われていることなので、知っておくとあなたの会話がぐっとスムーズになりますよ。会話が弾む相槌とうなずき。日本人との会話で特に意識してほしいのが相槌とうなずきです。相槌を打とう。相槌とは、相手が話しているときに、はいそうですね、なるほどなどと短く答えることです。これは、あなたの話をちゃんと聞いていますよ、理解していますよ、というサインになります。想像してみてください。あなたが一生懸命話しているのに、相手が何も反応してくれなかったら、もしかして、話を聞いてくれていないのかなとか、興味がないのかなと感じてしまいますよね。相槌は相手に安心感を与え、もっと話したいと思ってもらうための大切な役割を果たします。積極的に相槌を打つことを心がけてみてくださいね。相槌の例、はい、丁寧な相槌。フォーマルな場面でも使えます。カジュアルな相槌。友達や親しい人に使います。なるほど相手の言っていることを理解したときに使います。そうですね、相手の意見に同意するときや、考えながら話を聞いているときに使います。へえ、そうなんだ。
驚きや関心を示したいときに使います。うなずきで気持ちを伝えよう。うなずきは、相手が話しているときに、軽く首を縦に振ることです。言葉を発しなくても、軽くうなずくだけで、相手に、あなたの話を理解していますよ。聞いていますよ、という安心感を与えることができます。これは日本の会話の中で非常に自然な行動ですし、あなたが相手の話に耳を傾けている気持ちが伝わる、とても効果的な方法です。私も、相槌やうなずきを意識し始めてから、日本人との会話が驚くほどスムーズに進むようになりました。相手が安心して話してくれるようになったので、会話もより深く、楽しいものになりましたよ。沈黙は怖くない。もう一つ、覚えておいてほしいことがあります。それは沈黙になれることです。皆さんの国では、会話中に沈黙があると、少し気まずいと感じるかもしれませんね。でも、日本では、会話の途中で短い沈黙があっても、それほど気まずく感じられることは少ないんです。むしろ、沈黙は考える時間だったり、相手の話を受け止めるための自然な間だと考えられています。無理に何かを話し続けようとせず、リラックスして沈黙を楽しむことも大切ですよ。沈黙を挟むことで、相手は話す内容を整理したり、あなたの反応を待ったりすることができます。焦って話し続けると、かえって相手にプレッシャーを与えてしまう可能性もあるんです。私も最初は、会話が途切れると何か話さなきゃと焦っていましたが、日本人とたくさん話すうちに、沈黙もコミュニケーションの一部だと理解できるようになりました。今は、沈黙があっても、お互いに落ち着いて会話を楽しめるようになりましたよ。言葉以外のコミュニケーションも大切に。今日の話のまとめですが、日本人とのコミュニケーションでは、言葉だけでなく、相手の表情や声のトーン、そして、相槌やうなずきといったボディランゲージも大切にしてみてください。そして、会話中の沈黙を怖がらず、自然なものとして受け入れてみましょう。これらのコツをつかむことで、あなたは日本人との会話をより深く、よりスムーズに進めることができるようになります。きっと、新しい発見や、心温まる交流がたくさん生まれるはずです。日本での生活がコミュニケーションを通じてもっともっと楽しくなることを願っています。日本で素敵な友達を作るための最後の、そして最も大切なポイントについてお話ししますね。それは自分から話しかける勇気と継続です。自分から話しかける勇気。と継続が友情を育む。日本で友達を作るためには、やっぱり自分から話しかける勇気がとても大切です。日本人はシャイな人が多いので、相手が話しかけてくれるのを待っているだけでは、なかなか会話が始まらないことがあります。でも、あなたが最初に声をかけることで、相手も安心して話すきっかけをつかむことができますよ。まずは、一言から始めてみよう。自分から話しかけるなんて、緊張すると感じる人もいるかもしれませんね。でも、大丈夫です。最初は、本当に簡単な一言から始めてみましょう。例えば、学校や職場で、趣味のサークルなどで、こんにちは、と笑顔で声をかけるだけでも十分です。この一言が会話の扉を開く鍵になります。初めて話すときは、相手がどんなことに興味があるかを聞いてみるのがおすすめです。最近何か面白いことありましたか？どんな音楽が好きですか？週末は何をして過ごしましたか？
この授業、仕事どう思いますか？など、相手が答えやすい簡単な質問から始めてみましょう。そうすると、相手も安心して少しずつ話してくれるようになりますよ。私も最初は自分から話しかけるのが少し怖かったんですが、勇気を出して話しかけてみたら、たくさんの友達ができました。シャイな人が多い日本だからこそ、あなたがきっかけを作ってあげることで、自然と会話が始まり、少しずつ仲が深まっていくはずです。継続が何よりも大切。日本人と仲良くなるためには、時間と継続が何よりも大切です。先ほどもお話ししましたが、日本ではすぐに深い友達になることは少ないんです。だからこそ、少しずつ時間をかけて信頼関係を築くことが重要なんですね。一度話しただけでもう終わりではなく、次に会った時もまた声をかけたり、同じ場所で過ごす時間を増やしたりすることが大切です。何度も会ったり、話したりすることで自然と距離が縮まりますから、焦らず一歩一歩進んでいくことが大切ですよ。同じ人と何度も顔を合わせることもポイントです。例えば、学校の同じクラスの人、職場の同じ部署の人、趣味のクラブやサークル、地域のボランティア活動、など、定期的に顔を合わせる場所に参加すると良いでしょう。繰り返し会うことで、自然と会話も増えて、お互いのことを知る機会が増えていきます。最初は挨拶だけだった関係が、いつの間にか一緒にご飯を食べに行ったり、出かけたりするようになるんですよ。私自身も、日本に来たばかりの頃は友達を作るのが難しいと感じていましたが、少しずつ自分から話しかけたり、地域のイベントや趣味のサークルに参加したりすることで、徐々に友達が増えていきました。友達作りには時間がかかりますが、そのプロセスも楽しめるといいですね。その先に、きっと素敵な友達が待っていますよ。今回の動画で、皆さんが日本で素敵な友達を作り、より充実した日々を送るためのたくさんのヒントをご紹介してきましたね。あなたの日本生活がもっと輝くために。日本での友達作り、まとめ。いかがでしたか？今日お話ししたポイントをもう一度振り返ってみましょう。挨拶は基本中の基本、笑顔とアイコンタクトで、あなたの心を開いてみましょう。きっと相手も笑顔でいられてくれますよ。日本の礼儀を理解する、ありがとうやすみませんといった言葉遣いや、公共の場での行動で相手を尊重することが、信頼関係を築く上でとても大切です。趣味や興味を共有する、アニメ、スポーツ、音楽、ゲーム、伝統文化など、共通の話題は、日本人との距離を縮める一番の近道です。地域のイベントに参加する、お祭りやボランティアなど、自然な交流の場に積極的に足を運んでみましょう。地元の友達ができるかもしれませんよ。最初の距離感を理解する、日本人は時間をかけて関係を築きます。焦らず、ゆっくりと信頼関係を深めることが大切です。コミュニケーションのコツをつかむ。相手の話を聞くときに相槌やうなずきを意識し、会話中の沈黙にも慣れてみましょう。自分から話しかける勇気と継続、日本人はシャイな人が多いので、あなたが一歩踏み出し、続けることで、きっと素敵な友情が育まれます。これらのヒントを参考に、ぜひ皆さんも今日から実践してみてくださいね。もしかしたら最初はうまくいかないこともあるかもしれませんが、諦めずに続けることが大切です。日本での友達作りは、
皆さんの日本語学習をさらに楽しく、効果的にしてくれるだけでなく、日本での生活そのものをもっともっと豊かで忘れられないものにしてくれるはずです。さあ、あなたも日本人との素敵な出会いを求めて一歩踏み出してみませんか？いかがでしたか？日本での友達作りはすぐに結果が出なくても諦めないことが大切です。今日お話しした挨拶礼儀とマナー共通の趣味地域イベントそして最初の距離感を意識しながらあなたのペースで日本の生活を楽しんでくださいね。あなたの日本での毎日がたくさんの素敵な出会いと笑顔で溢れることを願っています。この動画が皆さんの日本語学習や日本での生活に少しでもお役に立てたら嬉しいです。もし、この内容について質問があれば、どんなことでもコメント欄で教えてくださいね。皆さんのコメントをいつも楽しみにしています。そして、このチャンネル、Enjoy Japan Life では、これからも外国人の皆さんが日本の生活に早く馴染めるような役立つ情報や、楽しい話題をたくさんお届けしていきます。ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、また別の動画でお会いしましょう。